皆さんこんにちは。おっちょこちょいのドジコです。2022年9月7日から8日にかけて森のテラスというキャンプ場にソロキャンプに行ってまいりました。今回で4回目のソロキャンプになります。車への荷物の積み方もだいぶすっきりと積めるようになりました。急なアクシデントに備えて車中泊にも切り替えられるようスペースに余裕を持たせられるようになりました。今回のソロキャンプにはいくつか自分へのミッションがありました。その中でも一番大きなミッションだったのが今回新しく買ったトンネル型テントの設営です。これから冬に向けておこもりキャンプのためにトンネル型テントが欲しいなって思いつつも、私一人で設営できるかが不安でずっと悩んでいました。今回の動画は私一人でトンネル型テントを設営する様子をお送りいたします。テントはコールマンのコーストライン3プラスというテントです。まずは虫対策です。約7キロでちょっと重いです。何度も YouTube を見て予習をしてきました。一人なのであっち行って広げてこっち行って支えてっていう動きは多くなりましたが、落ち着いてやれば女性一人でも十分設営できますよ。収納袋に設営の仕方が縫い付けてあるので助かります。立ち上げもまあうまくいきましたよ。なんとキャノピーポールの部品が欠損していました。残念。後日談ですが、結局このテントは一旦返品し、また新しいのを再購入しました。余談ですが、再購入の時たまたま Amazon のタイムセールで5000円も安く買えました。まさしく怪我の巧妙ですね。ドジコにしては珍しくラッキーでした。さてインナーテントを設置していきたいと思います。こちらも簡単にセッティングできましたよ。続いて付属のグランドシートを敷いていきます。テントにスカートがついていないタイプで、グランドシートの端を10センチぐらい立ち上げることで冬場の隙間風や雨水などを防ぐ設計になっているようですね。さあ、設営完了しました。一人で設営できるかとても不安でしたが、落ち着いてやれば大丈夫でしたよ。インナーテントは3人用ですから、ソロには少し広すぎるぐらいでした。コードを通すための小窓もありましたよ。グランドシートを固定させるフックもあり、全体的に細々と行き届いている感じです。
さあこんな感じに仕上げてみました。3人用を贅沢にも1人で使うわけですから、とてもゆとり空間で快適でした。リビングが思ってたよりも狭いなって思いましたが、ソロなので特に問題ありません。次使うときは別の小さめのインナーテントを使い、リビングをもう少し広く使ってみようとか、いろいろ楽しい想像が広がります。私がこのトンネル型テントがどうしても欲しかったのは理由があります。やっぱり女性一人のキャンパーだと他のキャンパーさんたちによく見られるんですよね。 YouTube では女性ソロキャンパーの方は大勢いて YouTube アップされていますが、実際はやっぱり少ないですから、そういった視線から完全に逃れたくて、ソロにはやや広めのトンネル型でこもりたいって思ったのです。このコールマンのコーストライン3プラス買ってよかったです。設営も難しくなかったし、広さも価格も大満足です。ではでは、次の動画では焚き火や夕ご飯の様子、また早朝ヨガをする様子やピザ作りもチャレンジした様子など、まだまだ続きますよ。飛んでいきやすいように説明欄にリンクを貼っておきますね。最後までご視聴ありがとうございました。Have a nice day!